この頃寒いなぁ。暖房機欲しいけどたくさんありすぎてどれが一番いいんだろう。こう思ったことはありませんか？実は暖房機は冷房機と比較すると非常に多くの種類があり、それぞれ特徴があります。使用用途もリビング全体を温めたいのか、スポット的に足元を温めたいのか、脱衣所などの小部屋を温めたいのかなど様々で、これを間違えてしまうと最悪、電気代だけを食うなんてこともあり得ます。この動画では各暖房機の特徴をご紹介していきますので、自分に合った暖房機は何なのか見つけていってくれれば嬉しいです。それでは行ってみましょう。まず暖房機にはどんなものがあるのでしょうか。横軸を効果範囲、縦軸を速暖性という視点で一部をご紹介しますと、このようになります。速暖性とは温める速度のことです。非常に多くの暖房機がありますが、事前にエアコン以外の暖房機でよく使っているものはという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、石油ファンヒーターが3割以上を占めかなり高く、次に電気ストーブでした。その他の比率も高く、ここには電気毛布やこたつ、ホットカーペットなどが含まれます。思っていた以上に石油ファンヒーターが人気だったのには驚きましたが、暖房パワーに関しては暖房機の中でも頭一つ抜き出ていますので、人気なのもうなずけますね。さて、一般家庭で最も馴染みのあるであろうエアコンはこの位置で、速暖性は中くらい、効果範囲は広めです。つけてから温まるまではそこそこ時間がかかります。特徴としては、暖房機としては熱効率が良く、電気代が安めです。部屋を温めるという使い方ならば、燃費とのバランスは良く、温度ムラをなくすためにサーキュレーターと併用すれば、より効率は良いでしょう。また、小さなお子さんやペットがいても、やけどすることはなく、安全性が高いこともポイントが高いです。一方、デメリットとしては、まず部屋に取り付ける関係上、設置の自由度がありません。それから温風を用いるため乾燥はしやすいです。そのため冬場は加湿器との併用をされる方も多いです。また部屋全体を温めることに特化した暖房機のため、スポット的な使い方をする場合は適しません。足だけを温めたいといった場合は素直に他の暖房機を使った方が良いでしょう。価格も工事費用などを含めると、この中では最も高いのもデメリットとなります。次に石油ファンヒーターです。灯油を燃焼させることで温風を室内に送り込む暖房機です。エアコンよりも優れた速暖性を持ち、効果範囲も広く、エアコン同様部屋を温める使い方に向いています。設置にも自由度があり、足だけ温めるようなスポット的に使うこともできます。それから灯油を燃焼させるので加湿も同時にされ、実は乾燥にも強いです。一方デメリットは定期的に部屋の換気が必要になります。灯油を燃焼している関係上、酸素不足となるからです。それから燃料である灯油代が変動することです。販売者が巡回に来ない場所だと購入に手間がかかります。その他にもマンションによっては使用できないところもあったり、灯油の匂いが苦手な方もいらっしゃるでしょう。お住まいの冬場の厳しさによっては、エアコンよりもむしろ石油ファンヒーターの方を多用されているケースも多いです。次にセラミックファンヒーターです。速暖性は中、効果範囲は弱よりの中といったところです。セラミックヒーターに電流を流し発熱させ、中にあるファンを回し温風を発生させる暖房機です。メリットはその単純な構造ゆえ、小型なものが多く、持ち運びも簡単で設置の自由度があります。机の下に置いて冷えやすい足をスポット的に温めるといった使い方もできます。電気ストーブなどの速暖性には及ばないものの、スイッチを入れればすぐ温風が出てきます。それから用いられるセラミックは布団乾燥機などにも使われているものが多く、ある一定温度に到達すると
電流を流さなくなる特性を持ちます。そのため火災などの心配も少なく安全性が高いです。価格も安いものが多いのも嬉しいですね。デメリットは暖房のパワーが弱いことです。温風は出ますが広い部屋を温めるのは苦手です。スポット的に使うか小部屋を温める運用が適しているでしょう。それからエアコン同様、室温上昇に伴い乾燥を感じることもあります。またエアコンよりも電気代がかかります。脱衣所やトイレをはじめとする小部屋で使ったり、キッチンや机の下に置いて足元を温める運用が良いでしょう。次にオイルヒーターです。速暖性は低く、効果範囲は中といった特徴を持つ暖房機です。電気の力で本体内部にある難燃性のオイルを加熱することで、その熱を放熱板に伝え、自然対流により空気だけではなく壁や天井も温め、部屋全体をムラなく温めます。このギザギザの構造は空気との表面積を稼ぐことで熱を伝えやすくするためです。PC の CPU についているヒートシンクもこういった形状のものが多いです。メリットとしては、じんわりと温めることによる日向のような優しい暖かさです。その優しい暖かさは口コミでも快適という意見が多かったです。それからファンレスなため静かで埃を舞い上げる心配がなく、アレルギー対策にも有効です。また表面温度が低めなので安全性が高いです。子供やペットが少し触れた程度ではやけどになりにくく、火災の可能性も低いです。本体重量はありますが、キャスターがついているので設置性は高く、内部のオイルは交換が不要でフィルターなどもないため、定期的なメンテナンスが不要なのもポイントが高いです。また温風を出す暖房機と比較して乾燥しづらいです。ただし温度上昇に伴い原理的に湿度は低下しているので、必要があれば加湿はした方が良いでしょう。デメリットは環境を選ぶことです。断熱性、気密性の低い住宅には不向きで、設置しても全く温まらないということが起きます。速暖性も弱いため、暖房効果が現れるまで時間がかかります。それから電気代もエアコンより高く、また廃棄の際も自治体によってはオイルを抜く必要があることもあり、少し面倒となるかもしれません。中にはオイルを使わないオイルレスヒーターというものもあり、この場合は空気を直接温めます。オイルヒーターよりも速暖性が高く、オイルが入っていない分軽量ですが、本体価格が高めです。オイルヒーターは日本と比べて電気代が安く、気密性と断熱性の高い住宅が多いヨーロッパを中心に普及してきた暖房機です。夏の蒸し暑さ対策で換気を重要視してきた日本の木造住宅にはもともと不向きで、海外では窓に結露が発生すると欠陥住宅扱いとなる場合もあるほど断熱性能が高いです。逆に言えば近年多い鉄筋コンクリート製の住宅や断熱性の高い住宅であれば効果を期待できます。続いて電気ストーブです。こちらも馴染みのある方は多いかもしれませんね。通電することで発熱体から遠赤外線を放出させ、人を温める暖房機です。メリットとしては何といってもエアコンをしのぐ速暖性です。熱の届く範囲にいればすぐに温まるほどパワーが強いです。持ち運びも容易で設置場所に自由度があります。温風が出るわけではないので、埃を舞い上げることもなく、静音性も高く、何かを燃焼しているわけではないので、換気も不要です。一方、デメリットとしては、効果範囲が狭いことです。効果範囲は前方約2メートル程度なので、部屋全体を温める用途には向かず、メインの暖房機としての運用は難しいでしょう。それからこちらも、電気代がエアコンより高く、
温風は出ませんが、スポット的に体に当てることから乾燥も気になるかもしれません。続いてホットカーペットです。カーペットの中に電線を通し、これに通電することで熱を発生させ、カーペットを温めます。特徴は足元が温まることです。空気は暖かいと上昇する性質を持つので、冷えがちな足元が暖かいのは嬉しいですね。それから電気代も高い設定温度で長時間使用しなければ、エアコンよりも安く経済的です。体に直接接触させるため、少ない電力で暖が取れるでしょう。また、本体価格も安めで、やけどなどの心配も少なく安全です。とはいえ、うっかり寝てしまったりすると、低温やけどとなる可能性もあるので、過信は禁物です。デメリットは、こちらも効果範囲が圧倒的に狭いことです。部屋を温めることはできないので、サブ暖房機としての運用が望ましいでしょう。それから掃除は簡単ですが、ダニなどが発生しやすい点も注意が必要です。ちなみにホットカーペットは日本やアジアの一部地域では普及率が高いですが、欧米ではあまり普及していません。これは家の中でも靴を履き、床に座る習慣がないからだと言われています。最後に燃費の目安について触れておきます。お使いの地域の気候や環境、家屋、モデルグレード、使い方によっても変わってきますので、なかなか比較は難しいですが、セラミックファンヒーター、オイルヒーター、電気ストーブは電気代がかかる傾向です。1時間あたりの目安は10から40円程度でしょうか。幅があるのは弱運転と強運転で大きく違うからです。エアコンはこれらの電気代と比べると多少改善され、1時間あたりの目安は15から30円。設定温度に到達すると3から4円程度となります。石油ファンヒーターはスペック上は灯油も高騰しており、計算上では燃費が悪くなりますが、暖房パワーが強力なので、この間となりそうです。ホットカーペットは最も電気代が安いです。広さによって電気代は変わりますが、2畳用のもので6から9円ほどです。こたつは消費電力こそ大きいですが、設定温度となると長時間消えていますので、さらに燃費が良く、より高水準となるでしょう。さて、ここまで各暖房機の特徴について解説してきましたが、いいなと思ったものはありましたか？なお、本動画で紹介した暖房機をより詳しく知りたい場合は、こちらの動画で暖房機をはじめとして加湿器やサーキュレーターまでメーカー別に特徴を解説しています。概要欄に URL を貼っておきますので、気になった方は全部見ていただいても誰も止めないですからね。参考にしてみてください。最後になりますが、皆さんの暖房機の使用感やご意見などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。暖房機は意外とたくさん種類があって迷いますが、ご自身の使いたい用途に合わせて選べば失敗するケースも減るでしょう。これから冬に向けてどんどん気温が落ちていきますが、シャチパンにはベビパンという抱き枕がいるので、今年はこれで冬を越そうと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね